ようこそコツアス鉄道チャンネルへ。横浜駅や桜木町、関内などといった横浜市中心部や新横浜、戸塚、上大岡、港北ニュータウンなどといったその他の市内副都心地域も経由しつつ、藤沢市の湘南台駅と青葉区のあざみ野駅までの間を結ぶ横浜市営地下鉄のブルーライン。40キロ以上もある地下鉄として非常に長大な路線でありながら、それまでは終始各駅に止まる普通電車のみの運転であり、都市間を移動する層などにとって利便性に欠けていました。そこで2015年8月、一部駅を通過運転する快速電車の運転をスタート。湘南台、あざみ野間を普通電車で69分のところ、快速電車では60分と10分も所要時間を短縮しているほか、横浜、新横浜間は普通電車で11分程度のところ、快速電車では8分など利便性が高いと見て取れるものとなっているのです。しかし実際に快速電車の利用状況を見ていると、普通電車と比較してそれほど多くないと評さざるを得ない、そう感じると思うような利用者がいてもおかしくない状況です。2022年3月には普通電車が毎時2本減便されており、それだったら毎時2本ある快速電車の運転を消せとも思う利用者、もしかするといなくもないのではないでしょうか。なぜブルーラインの快速電車は運転を開始したのでしょうか。ブルーラインの快速電車の利用率はどうなのでしょうか。今回の動画では横浜市営地下鉄ブルーラインの快速電車の利用者数や運転経緯などについて解説・考察をしていきましょう。それでは本編へどうぞ。横浜市営地下鉄ブルーラインの概要。横浜市営地下鉄ブルーラインは横浜市の地方公営企業の一つである横浜市交通局のうち、高速鉄道本部が運営する地下鉄路線の一つです。路線としては藤沢市の湘南台駅と青葉区のあざみ野駅の間を結ぶ路線で、途中戸塚、上長谷、上大岡、吉野町、関内、桜木町、横浜、新横浜、新羽、センター南などを経由します。路線は1972年12月に伊勢崎長者町、上大岡間で開業した後、1976年6月、1985年3月、1987年5月、1993年3月、1999年8月の5回に分けて延伸開業を果たしております。実は新規に開業した日本の地下鉄路線としては、一番最後にサードレールから終電する方式を採用したほか、サードレール終電式の日本の地下鉄では最速、かつサードレール終電式の日本の路線全体で近鉄京阪螺旋の95キロに次ぎ、地下鉄では比較的高速である80キロの最高速度を誇ります。そんなブルーラインの特徴ですが、その路線の長さ。路線の総延長キロ数はなんと 40.4km となっており、これは日本の地下鉄路線としては2番目に長い数字となっております。ちなみに1位は都営大江戸線、3位は東京メトロ東西線となりますが、都営大江戸線が全線開通したのは2000年8月のこと。一方ブルーラインが現在の路線になったのは1999年8月、新横浜、あざみ野間が延伸開業して東京メトロ東西線の距離を抜かしたのが1993年3月のこととなっており、新横浜、あざみ野間が延伸開業した1993年3月から都営大江戸線が全線開業するまでの2000年8月までの間、このブルーラインが日本一長い地下鉄路線となっていました。ただし今後はあざみ野から先へも延伸することとなり、剣山、すすきのを経由して川崎市麻生区に入り、大善寺を経由して小田急線の新百合ヶ丘駅までを結ぶ計画が動いています。事業化が決定しルートこそほぼ決定している一方で、事業計画の精査に時間を要した影響でまだ着工には至っていませんが、この延伸が実現すると 6km ほどの延長となり、都営大江戸線をはじめとした他の路線の延伸がない限り、再びブルーラインが日本一長い地下鉄に返り咲きします。また湘南台、あざみ野間には始発と終点を含めて32個の駅を抱えております。
この駅数も38駅を抱える都営大江戸線に次いで日本2位であり、これは新百合ヶ丘まで延伸開業した後も変わらない予定で、その時ブルーラインの駅数は36駅となる予定です。ちなみに第3位は解釈の問題で変わるものとなり、順当に行けば東京メトロ丸の内線と名古屋市営地下鉄名城線が並び、この2つの路線はともに28駅を抱える路線となりますが、これは中野坂上から分岐する分岐線の3駅を含めた数値で、もし丸の内線を本線の25駅だけで換算した場合、都営三田線の27駅、大阪メトロ谷町線の26駅の後ろにつけることとなります。なおこの動画ではこの路線を一貫してブルーラインと呼称することとし、同様に各種案内表記などでもブルーラインとされていますが、正式な路線名はブルーラインではございません。では正式な路線名とは何なのかについてですが、当チャンネル、横浜近辺の鉄道を比較的多く扱っているにもかかわらず、実はブルーラインに焦点を当てて解説する動画はこれが初。概要についてもここである程度説明しておかないといけないと思い、また微妙にこの経緯が今回の話題にもかぶるため、今回は先にこれをもう少し詳しく見ていくこととしましょう。横浜市営地下鉄ブルーラインの正式路線名称。そんなブルーラインの正式な路線名ですが、湘南台、関内間と関内、あざみ野間で異なります。湘南台、関内間が横浜市高速鉄道1号線、関内、あざみ野間が横浜市高速鉄道3号線となります。もともと別の路線になるつもりで建設されており、1号線は陸奥愛付近を始発とするものが湘南台になった以外は、現在のブルーラインとほぼ同じルートで開業した一方で、3号線は当初本木、山下町方面から関内を経由して桜木町方面に行き、現在の関内、センター北間のようなルートで、本木、山下町方面と港北ニュータウンを結ぶ路線になる予定でした。しかし港湾業界から関内周辺の道路渋滞の悪化が懸念され、それに付随して港湾コンテナ輸送に支障が出るとして、山下町、関内間の地下鉄の着工が延期となり、最終的に一部区間でルートがバッティングしたみなとみらい線に譲るような形でこの区間の計画は廃止されました。故に本来関内駅で接続する予定だったこの2路線は、開業以来関内駅で接続されて一体的な運転を行うような形にされ、それが現在も続いているような形となっているのです。その名残は接続予定だった関内駅に残っており、関内駅が2層構造になっていることやホームが広くなっていること、地下3階ホームに留置線があることなどが名残となっており、留置線は関内駅で夜間停泊をする電車が使用しているほか、広いホームは横浜 DNA ベイスターズ主催のプロ野球の試合がある際など、近隣にあるハマスタで野球や各種イベントなどが実施される際など、多脚輸送時を中心として絶大な威力を発揮しておりますが、同時に今回の動画を見るにあたって重要ポイントの一つともなる要素でもございますので、皆様ここで一回覚えておきましょう。なおもともとはこの路線を指して横浜市営地下鉄、横浜市営地下鉄線、市営地下鉄などと首都圏で呼ばれていたほか、地域ではこの路線を指す形で単純に地下鉄と呼ぶことも多いです。しかし2008年3月にブルーラインとは別の路線として、グリーンラインこと横浜市高速鉄道4号線が開業することを受けて、この路線も何かの路線名を定める必要が生じました。そこで公募をもとにグリーンラインとともに、ブルーラインという愛称が決定。約9200通の一般公募をもとに審議を重ねた上で、公募で1位の組み合わせであること、色の名前は分かりやすく覚えやすい上、外国人やお子さんにも分かりやすいこと、地下鉄の路線名について英語由来のカタカナを用いた路線名や、色の名前を用いた路線名の採用事例が国内になく、横浜の国際的で先進的なイメージと合致して良い印象を与えること、それぞれの色が横浜や沿線のイメージカラーと認識され親しみやすいこと、路線の名前の募集時のコンセプトに合致していることから、付けられた名称ということになっております。ブルーラインの快速電車とは？
そんな横浜市営地下鉄ブルーラインでは、各駅に停車する普通電車のほか、2015年8月のダイヤ改正より快速電車の運転を開始しました。延長に延長を重ね40キロ以上になった上に、比較的中長距離移動も多い横浜市営地下鉄において、住民から地味に望まれていた待望の速達電車となります。待避設備が車庫所在駅の上長屋と新羽にしかない都合上、通過運転を行う区間は都心部の戸塚、新羽間のみ。具体的な停車駅を述べると湘南台、戸塚間の各駅と、上長屋、上大岡、関内、桜木町、横浜、新横浜、新羽と新羽、安曇野間の各駅となります。通過駅は全32駅中、14駅が該当。具体的に前岡、下長屋、江南中央、愚明寺、前田、吉野町、坂東橋、伊勢崎長者町、高島町、三沢下町、三沢上町、片倉町、岸根公園、北新横浜が快速の通過駅に該当します。この間は22駅ある中で8駅のみの停車となっており、限られた設備を考えると非常に頑張っていると言えるでしょう。これにより湘南台、安曇野間の所要時間は約60分と、普通電車の約69分と比較して10分弱短縮する効果を生み出しました。快速電車は一部途中主要駅での停車時間について、列車間隔調整のため比較的長く取られている傾向にあるため、利用区間によっては見かけ以上の速達効果を発揮します。そんなブルーラインの快速電車は、ダイヤ作成用のコンピューターをちょうど更新するタイミングに合わせ、運行を開始したものとなっております。運行時間はピーク時間帯を外した日中時間帯のみ、平日はおおむね10時台から16時台のみの運転で、土休日は9時台から20時台までの運転とされています。運転本数は1時間に2本、30分に1本間隔であり、快速電車に時間を合わせて地下鉄を利用するか、たまたま来ればラッキー程度の運転本数と言えるでしょう。なお快速電車の運転にあたっては、日中の運行形態にも変化が生じております。これまで7分半の等間隔で普通電車が走っており、日中の全列車が湘南台、安曇野間の通し運転となっていましたが、このうちの2本を快速電車に置き換えています。しかし単純に普通電車を減便せず快速電車は純増とされ、この減少分は湘南台、新羽間および安曇野、踊り場間を結ぶ区間運転の普通電車を30分間隔で挿入することで補っています。これらの区間運転となる普通電車については、新羽発着は新羽、踊り場発着は上長屋で快速電車と接続することで、快速通過駅でも引き続き同等の有効本数を確保しております。ただし2023年3月のダイヤ改正で普通電車の減便が実施され、横浜駅ベースで平日は10時台から14時台、土休日は11時台から15時台で、通し運転の普通電車が毎時2本削減されています。ブルーラインの快速電車はどのくらいの利用がある？このようにして導入されたブルーラインの快速電車ですが、実際の利用率はどうなのでしょうか？これについてですが、公式からの発表は一切ございません。しかしこの路線を日常的とまでは言わないものの、比較的頻繁に利用する横浜市民のウプ主の観点からのお話はでき、今回はそのスカンベースでお話をしていこうと思います。結論から言うと、ブルーラインの快速電車について、横浜駅を境に北側と南側で評価が大きく分かれます。北側で主に利用する場合については、安曇野で東急田園都市線から乗り換えて乗車する乗客や、港北ニュータウン地域からの利用が多いことなど、青葉区や都筑区、港北区などといった比較的北部の地域や、渋谷や東京メトロ半蔵門線永田町、大手町など、都内有数の地域とつながる東急田園都市線の沿線といった、比較的東京志向の強いであろう地域に在住する、ビジネスや観光などで使う利用者が多いと考えられることや、横浜と新横浜の間を移動する出張、観光客が多いこと、通過駅に昼間でも比較的利用者数の多そうな、有力な駅があまり存在していないことなどが考えられます。
一方で南側の区間を頻繁に利用する場合の目線では普通電車と比較してあまり利用者は多くないと言わざるを得ません。ウプ主の場合はこちらの目線が強く、ブルーラインの快速電車イコール空いているという印象が強くあり、この区間の利用者からすれば何であるんだと思うでしょう。この区間では普通電車は立ち客が発生する場合も多い反面、快速電車では空席があることも目立つのが現状なのです。この理由としては南側では快速通過駅の中においても一部において昼間の需要が比較的高い駅があることのほか、この区間では比較的地下鉄だけで完結するような移動をするガチの地元住民が多いことが背景にあると考えられます。その証拠として江南区役所の近くにある江南中央や横浜市内でも人口密度の高い地域である蒔田市民総合医療センターや南区役所が近くにある坂東橋など、いかにも地元の人が昼間に利用しそうな駅が多い、そのような印象も受けるのではないでしょうか。また戸塚横浜間の JR 東海道線、 JR 横須賀線、上大岡横浜間の京急線など、より安価で速達性の高い競合交通機関も利用率に関わると考えられるでしょう。このほか70歳以降の市内在住の高齢者は一定の負担金を支払うことで横浜市営地下鉄や市内のバスが乗り放題になる敬老特別乗車票、通称敬老パスを発行することができます。一方、日本の少子高齢化の進行はもちろん横浜市でもあり、同時に敬老パスを発行利用できる市民も増えつつあります。ちなみに70歳未満の条件を満たす障害者手帳を持つ横浜市民は福祉特別乗車券、通称福祉パスを発行することができ、こちらも横浜市営地下鉄や市内のバス乗り放題となります。これらの問題については本件とは関係ないため触れませんが、この辺りも快速電車の利用率に関わってくると考えられ、北部は若年層や働き盛りの層、ファミリー層が多い人口分布、一方で南部は高齢者が多い人口分布となっております。そういった人口層でどのような施設を利用するかと考えた場合、北部と南部でこのような差が出ても納得はいくでしょう。ところで、なぜブルーラインの快速電車設定されることになったのでしょうか。なぜブルーラインに快速ができた？ところでブルーラインへの快速電車導入の背景には利用者からの強い要望がありました。路線の延長を重ねるにつれて距離が増していくほかに所要時間も長くなってしまったという経緯があり、それと同時に所要時間も長くなってしまった結果として速達性の向上を求めるような声が乗客から寄せられるようになりました。このような利用者の声に応えるために横浜市交通局は2011年から快速運転の実現に向けたプロジェクトをスタート。4年の準備期間を経て2015年7月18日のダイヤ改正より快速電車の運転をスタートしました。また快速電車導入のもう一つの大きな理由に他の鉄道会社との競争力を強化する目的があります。横浜市内には市が運営する横浜市営地下鉄のほか、相鉄、京急、東急、JR 東日本などが路線網を展開しており、このうち JR 線と京急線とは競合する区間があるのです。具体的には JR 横浜線と競合する横浜、新横浜間、京急線と競合する上大岡、横浜間などがそれにあたり、また JR 東海道線、横須賀線と競合する戸塚、横浜間、そしてそれに JR 横浜線を組み合わせた戸塚、新横浜間などもあります。このほか湘南台、横浜間で相鉄線と競合するほか、2023年3月に相鉄新横浜線が新横浜まで延伸を果たすと、湘南台、新横浜間でも相鉄線と競合するようになりました。このような競合他社との競争力を確保する目的も、ブルーラインの快速電車が設定された理由として重要な事柄になります。最後に、市全体のバランスある発展を促すための施策という側面も重要です。競合がない区間でも戸塚、上大岡、桜木町、新横浜間、あざみ野、センター北、横浜、桜木町、関内間、
上長谷、横浜、桜木町、関内、新横浜間などのように、ブルーラインでの移動需要が比較的高い一方で、普通電車では比較的遅くなってしまうような区間に対する速達性の向上というのも同時に図られていることが分かり、こういった速達性の向上が市内の人々の動きを活性化することが期待されたのです。結論として、利用者の要望に応えること、競合路線との差別化を図ること、そして自然体のバランスある発展を促進するという3つの理由が快速電車の設定理由として挙げられます。こうした目的を達成するために横浜市交通局は既存設備を活用し、最小限の費用でブルーラインで快速電車の運転を実現したのでした。これによりブルーラインは横浜市内の公共交通機関としての競争力を一層高め、市民の日常生活に大きな貢献をしています。今後ブルーラインの快速が使いやすくなる可能性は？横浜市営地下鉄ブルーラインの快速電車ですが、現状は30分間隔、かつ昼間時間帯の限られた時間帯のみの運転です。待避設備が限られるがゆえに列車間隔が詰まってしまうことなど、せっかく快速電車を設定しても効果の発揮が難しいことから、このような比較的少ない本数になってしまっており、また同様に列車間隔と待避設備の問題などから、これ以上のスピードアップについても難しい状況です。しかし今後、この快速電車がより使いやすくなる可能性、あったりするのでしょうか？その鍵を握るものこそ、あざみ野、新百合ヶ丘間の延伸工事と言えるでしょう。現在横浜市営地下鉄ブルーラインでは、あざみ野から川崎市麻生区の小田急線新百合ヶ丘駅までの延伸計画が進行中です。およそ 6km に及ぶ延伸区間の途中駅としては、建山地区、すすきの地区、川崎市麻生区の大善寺地区に新駅が設けられる予定とされ、これらの地域のアクセスが大幅に向上します。そしてこれら新駅のどこかに待避設備が設けられると、快速電車は新百合ヶ丘まで延長される可能性があります。もしそうなった場合、快速電車の増発も期待することができ、地域間の移動がさらにスムーズになる可能性があるでしょう。しかし延伸に伴う技術的及び財政的課題も無視できず、現在着工にもまだこぎつけられていないのが現実。現在2030年度に延伸開業するとしていますが、果たして本当に実現できるのかすら不透明と言わざるを得ません。このほか、上長谷、新波間の 20.8km に待避設備が存在せず、この間のどこか1駅でも待避設備が設けられると、より快速電車のスピードアップ効果を得ることができます。しかし地下構造物の改築というのは費用面で非常に難しく、また公道上の直下への建設が基本となる関係上、拡幅するにしても地権関係の問題が生じてしまう問題があります。このため新たに待避設備を設けるのは非現実的と言えますが、もしどこかに設けるとなった場合、一番設置が簡単な駅は関内駅ではないのでしょうか。関内駅は最初の方でもお話ししたように、当初1号線と3号線の接続駅として計画された駅です。結局現在はブルーラインとして一つの路線にまとまったとはいえ、関内駅はその名残で上下2層構造となっており、留置線が残っているとお伝えしました。ではこの留置線を本線用に再整備した上で、撤去されてしまった下り側の留置線も復活させた上で、待避設備として利用ができるようになればどうでしょうか。快速電車と普通電車の接続や追い越しに有効的な働きができるのではないでしょうか。とこのように口だけ言うのはとても簡単なのですが、実際の施工は駅の湘南台側が急カーブになっていることなど、設備はあっても難しそうな要素があるのもまた現実。また地下構造物の改築ということで莫大な費用を必要とし、予算的な問題でも厳しいということができます。そこでもし管内だろうがどこの駅だろうが関係なく、予算をつけるのであれば新百合ヶ丘延伸工事時ではないでしょうか。もしかすると新百合ヶ丘への延伸工事がブルーライン快速電車のさらなる飛躍にもつながる出来事かもしれません。いかがだったでしょうか。
今回の動画をご覧いただいたことによって、横浜市営地下鉄ブルーラインの快速電車の設定理由や利用率について、主に速達性を求める利用者の声と競合路線との競争力の確保、自然体のバランス良い発展を促す目的の3つが大きな要因であること。快速電車の利用者数は横浜駅を境に南北で大きく変わり、北側では普通電車と比較してかなり利用者がいるのだが、南側では普通電車の混雑と比較して快速電車では空席が目立つことも多く空いている傾向にあること。その背景としては途中駅にある施設や北側と南側の間における住民の年齢層分布などが大きく関係すると考えられること。一方で既存設備を活用して設定されたがゆえに、快速電車が追い抜き可能な駅も限られていることなどがあり、本領を発揮できているとは言い難いこと。将来的にブルーラインは新百合ヶ丘までの延伸が予定されているが、それで快速電車のさらなる飛躍につながるかもしれないことなどについて知ることができたのではないかと思います。この動画が参考になったと思った方は、ぜひ評価ボタン、コメントをお願いします。またコツアズ鉄道チャンネルでは、鉄道に関するさまざまな疑問や気になる事柄などを動画にして解説形式でまとめています。チャンネル登録をしていただくと最新の動画がいち早くご覧できますので、ぜひよろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。